どうも、大輝です。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回は iPhone ね、15シリーズで買ったらやるべき、設定10選ということで、iOS17 のね、機能とかもあるんですけど、15限定の機能とか、隠し機能じゃないんですけど、ありますんで、見ていきたいと思います。結構ね、面白いのを見つけました。iPhone 15自体のレビューとかアクセサリー動画もありますので、ぜひね、チェックしていただければと思います。ということで、早速、iPhone の方でね、せっかくなんで、15で映しながら見ていきたいと思います。行きましょうか。僕ちょっとこっち向いてるんですけど、画面表示と明るさでございます。今フォン画面こんな感じなんですけど、設定を開きまして、この画面表示と明るさというところ行きまして、まず僕はだいたいダークモードにしてます。ここでなんでかっていうと、目が疲れるからですね。ライトだと自動で夜だけこう暗くするっていうこともできるんですけど、オプションとかもありますね。あとね、今回ちょっと見づらいんで、ライトにしますけど、ダークの方が見やすいかな。ちょっと分かりやすいと思うんで。あとはですね、このテキストサイズをこれですね、変更ってやつで、だいたい変えてますね。で、標準は多分この真ん中になってると思うんですけども、ここをこう変えていくと表示器が結構変わります。なんで例えばこうバカでかくしてみると、めちゃくちゃでかくなるんですよ。全部めちゃめちゃでかいんですけど、さすがにちょっと見づらいので、僕結構一番小さめにしてますね。表示域が広くなるというか、こんなにね表示されるあれは変わんないと思うんですけど、緊急 SOS もで見えると、結構表示域が分かりやすくなるんで、全体的に見えるんで、割とやりますね。これはね、サイズを今回ちょっと分かりづらいんで標準に一回戻してやります。あと文字を太くするとかもできますけど、これはでもあんまやんないかな。はい、そんなもんですね。あとナイトシフトも一応設定してあるのかな。23時から。これなんで設定するとちょっとこうあったかく、こういうなんかあれになります。ブルーライトカットみたいな感じになります。冷たくすることもできるんですけど、名前の変更ですね。名前出ちゃってる人いるんですけど、エアドロップの時とかに一般の情報で、この名前っていうところを押すと、名前を押しまして、ここを変えてください。僕今ダイキングの iPhone になってますけど、なんか大体ねこう本名になってたりするんですよね。iPhone に戻そう。ダイキングでいいんですけど、エアドロップした時とかに表示される名前が本名じゃなく、名前で表示されます。名前の人いたりするんで、今回エアドロップね、デバイス同士近づけれるようになったんですけど、なので近づけるとなんかこんな感じで接続できますが、これちょっと僕ねめんどくさいんで消してます次がコントロールセンターですね。戻りまして、この一般の下にあるコントロールセンター、これね変えれるんですけど、コントロールセンターって何かというと、この一番上、こっからキュッてやると出てくるこれです。でここの表示、何を出すか出さないかみたいなのを、決めれますね。なのでいつもこの画面収録っていうのを入れてます。この画面をキャプチャーできます。なんで例えばじゃあアラームとか入れると、そしたらこっちに入ってきます。ここにアラームがこう入ってくると、めちゃめちゃあるわ感じになりますね。逆にこういらないやつ、じゃあ聴覚ちょっと消そうかなとか、使うものを僕も結構画面収録使うんで、じゃあ上にちょっとしようとか、カメラ上にするかとかやると、多分カメラがそしたら例えば4つ目とかに来るんじゃないかな。来てますね。こっちから多分こういう順番だと思うんですけど、これ結構ねやりますね。画面収録ね、こうやって、これ今ダイナミックアイランド動いてますけど、今これで収録されます。今の画面がねキャプチャーされるので、こんな感じで映ると。ケース見たいと思います。今後ろにこれ映ってる中の、あとグリップもあるのかな。グリップとプロテクティブケースみたいなで、実はねめちゃめちゃあります。カラーがねスターピークのなんか風と雪みたいなやつ、めちゃめちゃかっこいい。普通にこっち置いとこうかな。提供していただきました。開けるとね、なんかこういうカード、かっこいいカードが入ってた。欲しいみたいな、すごいなんか浮き出てるでケースが今回、大きく分けて2つタイプがあって、これ全体を守るこのシリーズかな。カメラ部分とかボタンとかもしっかりで、中身はちょっとファブリックっぽいのかな。でマグセーフもちろん対応しております。でアラミド繊維っていうのがね使われて、特殊素材ですね。軽くて強いっていう、肌触りねめっちゃくちゃいいです。ここでねもっと薄いタイプもあって、これねめちゃくちゃいいんだよな。
でシンプルなブラックタイプもあるんですけど、今回このスターピークっていうやつかな、こっちが何だったか忘れたけど、これめちゃくちゃいいっすね。で中が、マグセーフ対応になってて、これ下開いてるタイプになってます。ちょっとつけようかな。いやいいですね。しっかりカメラ部分も、カバーされてて、で画面もちょっと浮き出てるんでやっぱり当たらない構造になってます。でボタンもめちゃくちゃ押しやすいこれはいい、素晴らしい。はい、でアクションボタンもちゃんと押せますね。はい、これやっぱいいんだよね。14の時も使ってたけど、ライトついちゃった。めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいわ。これは素晴らしいでございます。合うね、意外とね。 USB-C のところもちゃんと開いてる。今ね結構いいんですよね。一回つけるとなかなか取るの大変なんでね。どうでしょう、いかがでしょうか。下はね開いてるタイプになりますけど、めちゃくちゃね軽いというか裸に近い感覚で使えます。でちょっとチラッとチタンが見えるんでね、でここねなんか表面ちょっとザラッとしてていいですね。めちゃくちゃいいんだけど、ボタン部分は出てる構造ですね。いや軽い、ほぼ裸で使ってるのと変わんない。めっちゃいいわ。はい、これどっちもいい。ブラックもあるんで、いやぜひねチェックしていただければと思います。いやいいですね、めちゃくちゃいいわ。意外と合うな。そして指紋だらけですいませんけどしっかり開いております。ぜひ来たかチェックしてみてください。あそうだ、あとこのリング僕もともと持ってたんですけど、これと合わせるとね、磁力もちろん強いし最強です。ここがね結構強いんですよね。なのでこのスタンドとしても使えるし、で横向きもねいけますね。こういう感じでちょっと分かりづらいと思うけど、はい、シャイニングスターがめっちゃ出てきちゃった。最高です、最高です。こういう感じでちょっとややこしいけどめちゃくちゃいいわ。この組み合わせやばいな。軽くてねめちゃくちゃ良い。これやべえな、いいですね。ぜひチェックしてみてください。次はバッテリーですね。この残量の表示、これは、ここもこれはウィジェットってやつでホーム画面長押しすると出てくるんですけど、プラスこれで検索してもらってもいいかな。バッテリーか、下に行ったら出てくると思うんですけどね。こういうので入れてもらってもいいですし、あとこの上のねこのパーセンテージ最初出てないと思うので、この下のバッテリーっていうところからこの残量っていうのを、消すと今消えましたね。で入れると出ます。こんな感じでございます。でやってもらうと、低電力モードになるとこうなります。でもこれは多分このコントロールセンターから低電力モードはねやる方がいいと思いますね。で明るさの自動調節は僕めんどくさいんで入れてないです。確か一番下かな。今回ですねこのバッテリーの状態と充電というところで、最大容量見えるんですけど、もう最適化っていうのが入って上限 80% っていうのがねできるようになりました。 80% までしか充電しないっていうね設定になってます。80から上ちょっとね多分夜寝てる時とかにゆっくり充電するような設定になってるんですけど、これでどうなるのかは正直わかんない容量の持ちが良くなるのかもしれないんですけども、これ一応15しかできないようになってます。であと、この一般の情報かな、情報の中の、ですねこの下の方にこのね放充電回数、充放電かっていうのが、今回見えるようになってます。今5回充電したよとか、製造日とか、最初にじゃあいつ使ったのかっていうのが見えるようになりました。これ多分全部見えるのかな、ちょっと分かんないんですけど、多分15だけここもなんでバッテリー周りも薄くなってるのかなと思います。状態がね。あとちょっとキーボード周りなんですけども、ユーザー辞書登録ですね。で一般からこのキーボードっていうのがあります。ゲームコントローラーも設定したい。キーボードを押すとこのユーザー辞書っていうのがあるんですよ。ここを押すと、これちょっと今登録してるんですけど、キララー坂はよくわかんないけど目とか目って入れると例えばこのメールアドレスが出るように僕は設定しております。で例えばこのプラスボタンを押すと入れれるんですけど、なんでうんこにしてうんにしようかな。でもいいんですけど、でいいか。で入れるじゃないですかこれ入れておくと、大体住所とかがいいと思うんですけど、最適化のやつですね。なんでこれで例えばさっき言ったメール入れてるんで、メって入れるとここにメールが出てくるんで、ここにメールが入るようになります。でさっきのって入れると多分うんこだね。うんこが出てきます。これ検索したらどうなんだろう。うんちニュースが出てきました。それはいいんですけど、ここになんで入れてもらって使えるようになるんで、ユーザー辞書。これ便利ですね。
いらないやつはこっちで削除するか、この編集ってやつで、よいしょ押すと消すこともできます。これ地味に便利なんでね、削除、はい。こうやって消そうがいい。もうキララ坂なんだろう、よくわかんねえ。これ地味に便利です。キーボード関連ね、裏技じゃないけど、これ長押しするとこういってこう左にできるの知ってましたこれ。こうして、こっちにするとほら、ちょっとなんか、こっち側にしたいなみたいな時ないですか、たまにね。そしたらこうやって、そしたらこう打てるっていうね。裏技じゃないけど、あとこのスペースを押すとこう移動できる。これ地味に便利なんだよ。ね、これいいでしょ。はい。あとは、真ん中こうやると下に行きます。遠いなっていう時でこうここら辺ね下にやるとこうなるでしょう。はい。こういうのもありますんで、ちょっと戻そうかな。で、次がアクションボタンです。アクションボタンですね。今回からここがミュートボタンなくなってボタンになったんですけど、基本は長押ししないと開かない設定になってまして、僕今カメラが入ってるんでこういった感じでカメラを起動することができます。でこれどうやって設定するかっていうと、設定のとこのアクションボタンですねところから、これか、こんな感じで、いろんな割り当て、これかっこいいですよね。でカメラも例えばこれね下になんかあるんですけど、写真なんで例えばじゃあビデオの状態で出したいということとかもできます。なんでこれで押すと、はい、こんな感じで動画で出てくるっていう、これ結構いいですよね。これ意外と隠し機能じゃないけど、なんでポートレートかセルフィーとかもできますね。写真にするとか、集中モードもこの下でねいろいろ自分のやつ睡眠モードにするとか変えれたりします。消音モードもできます。消音モードは一応ここでできるんで、はい。15プロだけかな確かね。はい。アクションボタン搭載モデルはできます。個人的にあとね便利なのがアクセシビリティで、僕よく使うのがですね、このホワイトポイントを下げるっていうやつがあって、これどうなるかっていうと、画面がちょっと暗くなるんですよ。ちょっと分かりづらいかもしれないけど、夜とかね暗いところで見るとめっちゃ明るい時あるんで、これでグッてホワイトポイント下げると明るさがすごい簡単に下げれます。とかですし、ショートカットで、普通にこのアプリをね、任意のやつ開けるんで、PayPay にするとか、この、アプリを開くってやつでいいんですけど、例えばソニーのやつ使ってるんで、じゃあこのソニーヘッドホンのアプリを開けるとかね、これを押すと、今つないでないんであれですけど、こういったアプリが起動できます。めっちゃ便利。これは結構ねいろいろ使い方ができると思います。正直音楽再生とかもできるし、自分の任意の好きなやつを入れてもらえばいいのかなと思います。LINE にするとかねもできます。はい。次は、カメラですね。カメラに変えとこう。はい。でカメラなんですけど、今回このプロモデルに関してはここで一応28、35っていう風に、変えれるようになりましたね。1.2 かな、2倍と 1.5 倍。はい。これで変えてもいいんですけど、地味になんか楽になったっていうところはあるんですが、今回設定の方でカメラですね。あれどこだカメラ下の方にあるんだね。カメラで初期設定で変えれます。でビデオ撮影例えば多分ね最初 30fps になってるんで 60fps の方が僕は好きですね。ちょっと滑らかな映像が撮れます。4K にしてもいいと思いますけどね。4K にしたら最初から、4K でビデオかここで表示されてるんですけど、ここでも変えれます。ちなみに、はい、っていうのもありますし、スローモーションいいか、あとシネマティック撮影とかも変えれますね。で今回このフォーマットってやつが入ってて、高効率と互換性優先になってます。ヒーフですかね。高効率っていうのはヒーフっていうのが入ってるんで、容量がちょっと少なくできます。で互換性優先にするとこれ書いてあるんですけど JPEG になりますね。高効率でいいかなと思いますけどね。で写真撮影今回から24メガピクセル2400万画素がベースになってるんですけど、12に変えることもできます。24でいいかなと思います。そんなにファイルサイズは変わらないので。でプロモデルはこのプロローと解像度コントロールっていうのがありまして、これ使わないと48メガが出てこないので、確かオンになってた気がするんですけどね、最初から。これなんでないとアクションモードでここ上が何も表示されないんですよね。なんでこれで撮ると普通に24メガピクセルになります。よいしょと。これで一番下のこの I っていうところでね見えるんですけど、24メガピクセル
なんですが、クロロをオンにして、でここも変えれますね。12にするかとか。でヒーフもできます。iPhone15 の場合はヒーフのみだと思いますね。なのでこれで、そしたらこのロー最大っていうのが出てくるんで、これをオンにすると。そしたら最大の48かなで撮れます。 i も i にしたらそうですね、48メガピクセルになってると。で、ちょっと間違えたっていうところと、あとこのグリッドとかね、水平とか、このグリッドっていうのはちょっと今見えたと思うんですけど、この線、こうなんか分かります？これ、ね、例えば消すと、よいしょとなくなりましたね。はい、この水平線はね、なんか iOS17 から勝手に入れられてるんですけど、これもうざかったらちょっと消すと。そしたら全部消えます。僕なんでグリッドで一応水平で、これでそしたらね、ある程度被写体のこの位置が分かるんで、こんな感じで撮ると。これ結構おすすめではありますね。今回あとメインカメラが変えれるようになりました。24、28と35って書いてあるんですけど、ここでなんでデフォルトをじゃあ28にするとか35にするとかで、35にすると最初から1.5 倍になってます。これ24なんですけど、なんでこれ逆こっちにすると28になります。デフォルトが 1.2 になりますね。はい、こんな感じで、デフォルトが変えれます。焦点距離、レンズ補正、マクロもちょっとねめんどくさいんで正直消してもいいかなって思いますけどね。自動的に近づくとマクロになっちゃうんで。カメラはでもそんなもんかな。常時表示のオンオフ、14 Pro からねこの画面のですね、はい、こんな感じで点灯するっていう機能が入ってます。押すとこういう感じで、これもオンオフできますけど、これも画面表示と明るさっていうところで、これ常に画面をオンっていうところを押すと、壁紙表示、通知表示、常に画面オンになります。例えばじゃあこの壁紙消すと、消えますね。はい、この今後ろの背景のやつが真っ黒になるっていう、ちょっとバッテリーを抑えられるんじゃないかって言われてるけど、あんま分かんないです。はい、で通知も出したくない時はオフにして、これをオフにするともう全部あれになるんで、今の普通のモデル、こんな感じになりますね。っていうのも一応できます。これもどうかな、壁紙、よいしょ、せっかくなんで壁紙表示したいかなっていう気はするんですけど、なんでこのさっきのロック画面のねカスタマイズもちょっとしたいかな。ロック画面、ここを長押ししますと、はい、ロック解除して長押しするとこんな感じ。このカスタマイズを押します。押してこのロック画面の方に、最初はもしかしたらちょっと違うんですけど、でここを例えば、これ押すとかね、これ今バッテリーなんだっけな、なんていうアプリだったっけ、これロックランチャーでね、これバッテリーとなんか日付が出せるんで出してるんですけど、ここで、ね、変えたりとかできますし、ここも押せば、フォントとかカラーとかね、あとこのなんだっけ、充電にしてんのかな、ここも結構ねいろいろ変えれます。でこのアプリを押すと、例えば何でしょうかな、 LINE とかだとこうなんか LINE サービス、 LINE ニュース、はい、なんでこれ PayPay とかでもいいと思うんですけど、そしたらロックするじゃないですか。でこれでこのね LINE とかいけるんですよ。ほら便利でしょこれ睡眠のやつなんで、睡眠多分ヘルスケアかなにこのままいけたりしますんで、割と便利。壁紙とかね設定してもらってもいいと思うんですけど、ロック解除か。最後ねスタンバイモードですね。個人的にはねこれが一番けど、普通に例えば縦でやると、充電されるんですけど、これはいいとして、横向きでいくと、はい、これ iOS17 新機能のスタンバイモードでございます。いや美しいね。これは別にいいんですけどね。でここも長押しするといじれます。なんでどうしようかな。はい、こんな感じで株価、これに変えようかなとか押すとできますし、プラスでなんかここに入れるとかもできるので、アップストアとかね一回するとここに入れて、で完了するとベニシウス出てくるみたいな感じなんですけど、でここもこうくるくるね変えれますね。いやこれもいいんだけどね。これでも多分他のモデルでもいけるか。で横にするとなんとこう写真になったりとか、ここまで長押しすると変えることができますので、こう自然の、これどこだっけ、どっかの富士山のキャンプ行った時かな、確か変えれるよね。プラスにするとか、できますね。ここにすると時間、多分この3パターンかなと思います。これもなんで長押しすると変えれるのと、でここを押すとカラー変えれます。おおいいですね。おしゃれおしゃれなんかはい、で完了押すと、おおこれまた長押し
まあ、こんな感じで、はい、これなんかちなみに押すとなんかドバイとシカゴ行けるっていうだからなんだよって話なんだけど、こんな感じで上でこうスワイプで変えることもできます。で夜になるとなんかね赤色になりますね。でここまではまあ別にねまあいいんですよ。いいんですけど、今回紹介したいのがベニシウスあれだから、ちょっと縦向きにして音楽聴いてるね状態でしてこれ横にしてですね、はい、上にねなんかふにゃふにゃしてるんですけど、ピュッてやると、はい、音楽聴けるっていうね。でこのままここで操作したりとか、再生停止とかできますこれ地味にね便利。ダイナミックアイランドは使えないんだな。はい、こうやったら戻るみたいなもういいんですけど、今回ね、ちょっとね一番紹介したかったのがタイマーですでタイマーあるじゃないですか普通に、まあ、例えばじゃあ5分にしようかな、3分にしようかな、開始すると普通に使うとこのダイナミックアイランドが、はい、動くんですけど、これで、まあ、ちょっと音楽再生してるから見えないけど、まあ、これはいいんですけどどうなると思います？そしたらやばい、まず音楽いくじゃないですか。でこのタイマーみたいに出てくるんですよ。でこれ押すとおおーいみたいな、これ結構やばないですか左から時間が進むごとにこうカラーがどんどん広くなっていくんで、なんか視覚的にこの時間が分かるっていう、結構えぐないですかでしかもこれで音楽そのまま戻れるっていう、天才かおいって。これすごいよね。まあ、一応停止消すこともできるのかな、これ天才やばいっす。はい、でこれ下からこうヒュッて戻すみたいなこともできるんで、これやばいよね結構ね。しかも今なんかフェイス ID 動いてるし、はいっていう感じでございました。ということでね、長い間紹介してきたんですけどいかがだったでしょうか。是非ね気になる機能あればコメントとかね、ここ良かったよとか感想もいただければと思います。あと iPhone 15のレビューとアクセサリー動画もありますので、そちらもチェックねしていただければと思います。ケース紹介します。次回の動画でお会いしましょう。良い一日過ごしてください。じゃあまたね。